ラクーンシティ警察署で富江使います。どうもゴーストバスター田中です。今回、伊藤淳二さんのスキンコラボで富江が山岡凛に来ましたね、スキン。で、この富江、もちろんデザインもものすごくいいし、原作リスペクトなんですけど、ただその他に、この凛、今、フェーズウォーク、ここの時の声バグってるじゃないですか。パーって凛の声が聞こえちゃうっていう結構致命的なバグなんですけど、それが今回この富江スキンでは発生しないんですよ。ほんと素晴らしい。なので買いだと思っています。ぜひぜひ凛使いの皆さんはバグが治るまで富江スキンを使って頑張りましょう。今日はそんな動画です。ここですね。これ無音なんですよね。これ素晴らしい。本当にすごく追いやすいです。しかもこの富江すごく陽キャな笑い方をしてくれるので、仮にこう通電されたとて、富江が喜んでるからいっかっていう風なポジティブな考えにしてくれるので、すごくいいスキンだなっていう風に思ってます声が面白い。でこれは今声聞こえてなかったけれど、足音と足跡で分かりましたね。で上もいるんでこれ切っていきます。こんな感じです。東東は、最初も爆速で1台回っちゃったんですけど、ただタゲチェンがものすごく強いマップだなっていう風に思っています。これはおかわりせずに釣っていきます。最初のネアは共鳴する苦痛というか悶絶のフックに釣れなかったので、今回釣っていきます。で今悲鳴開けたので、おそらく西側のジェネが回ってるかなっていう風に思うんですけど、ただこっちのネアも負傷させていきます。この距離だったら負傷させられそうだなっていう風に思ったのと、エイダヒールしましたね。ヒールしてくれるかなって思ったからです。でこれ戻ります。こんな感じですね。本当にラクーンシティとギデオンはもう徹底するこのタゲチェン、そうすれば勝つことができます。なかなかねレリケンとかちょっと入り組みすぎてる複雑なマップは難しいんですけど、こんな感じでうまい具合にタゲチェンをするとサバイバーだいぶきついと思います。ヒールしないまま今みたいに救助来ちゃうと、もう事故る確率がすごく高くなってしまうので、救助されましたね。なので今こちら側で救助されたということは、おそらくこっちホールに向かっているんじゃないかなというふうに思ったので、ここ降りました。いますねやっぱり。でこの人本当はラストなんですけど、ただちょっと景色食らいたくないなっていう風に思ったし、あとここの絶妙な板前ダウンなので、これはやめました。でなんでかっていうと、ジェネが優先だからです。ジェネ回らないことが一番キラーにとって大事なので、確実に回ってるなっていう風にここのジェネ思ったので行ってみました。これは先回りです。完全に読みなんですけど、板間で待ってるだろうなっていう風に思ったので行って、でこれも確実に階段のここの窓枠降りるだろうなっていう風に思ったので、まっすぐ階段下りました。で今回まだエイダ吊るしてないんですけど、ただ全員東棟にいることがもうすでに位置把握できているので、あえて地下に吊ることにしました。地下多分この感じだと救助できないと思うんですよね。2人負傷で1人、しかも無償が見つかっちゃったので、これはもう今の時点で2段階いくかなっていう風な読みです。相当きついと思いますこれ。しかも賜り物が入っているのでヒールも時間がかかるしっていう風な感じですね。これ板使わせたいので使わせて、でこれ追い切っちゃうと思います。いやこの全員負傷の展開が本当に一番理想ですね。でここで解除すれば今
か乗り越えてもこちら側の小さな部屋に逃げられても間に合うので、加速でダウンさせていきます。で賜り物に釣ることを徹底していきます。しかもこの人多分共鳴吊るしてないのでですね、共鳴吊るしていないので、もうこれで戻って2段階入るのを待ちます。2段階入ったら離れます。耐久入るということはね、まだ東島に誰も到達できていないっていうことなので、一旦ジェネを見に行きます。で思ったほど回ってないというかゼロなので、これはちょっと予想外でしたね。ちょっとくらいはジェネ回ってるかなっていうふうに思ったんですけど、そうでもなかった。しかも地下にまだ行けてないっていう。回ってますね。クルス相馬ラストなのでちょっと時間かけてもいいから追おうかなっていうふうに思っていっています。まだ地下救助できてないので、多分1台これから回るのに相当時間がかかるなっていうふうに思ったからです。でクルス相馬はちょっと声とかうめき声の定位感が少しおかしいサバイバーなので、あまりこう自分の定位感、音の聞こえ方とかを信頼せずに視認して切っていこうと思います。こういう入り組んでるところは特にこれラッキーですね。これラッキーなことに飛び越えてくれて諦めたので、まあこれで1人サクリファイスです。やっぱり1台回りませんね。結構時間かけたんですけど、そこまでって感じです。でここのジェネではなく向こうに行きます。出ましたね。今一瞬ここのホール上のジェネ火花散りましたよね。で今下いましたよね。でここでタゲチェンするんです。これミスっちゃったんですけど2人いるんですよね。このタゲチェンかなり刺さります。ラクーンシティと、あとギデオンとか。なので一発例えばエイダ負傷させて、でエイダ追うと見せかけて下っていくとか、もうそういう動きを常に徹底しています、このマップでは。最近特に上手いサバイバーさんがすごいチェイスが上手いサバイバーさんが多いので、そういう奇襲をかけていかないと逆にリンは勝てなくなることが多いです。これ惜しいですね。これ追い切ると思います。おそらくジェネ回ってないだろうなっていうふうに思っているので、これラッキーですね。で全員リーチなので、誰釣ってもいいかなっていう風な状況ですね。やっぱり初手全員というか複数人負傷入れられたのがすごく大きかったことと、エイダを地下に連れた、でもそうする上でこう全員のサバイバーの位置を把握できたからこそ、地下に釣るっていう風なムーブが刺さったので、やっぱり全員の位置把握をしておくことがすごく大事ですね。特に個人的には東島の方が西島よりリンはやりづらいなっていう風に思っているので、位置把握がすごく大事です。結構入り組んでますよね。追いづらいところが多い、特に東島のこちら側。でこれはもう解除すれば切れるので OK です。今回共鳴使わなかったんですけど1トーク、ただうまい具合に負傷もばらまけたし、すごいこう使いましたね今共鳴。いい立ち回りができたんじゃないかなっていうふうに思います。ただ最後これハッチ私逃げられちゃうんですよね。
ちゃ東大元暮らしでここの横に湧いたっぽいんですけど、私音を聞き逃していてミスっちゃったんで、ちょっと最後にリンの富江のメメントの画像をちょっと貼り付けて皆さんにご覧いただいてラストにしたいと思います。ぜひね、今の立ち回りとっても刺さるので、室内マップでちょっと楽園苦手だよとかっていう方はぜひぜひお試しください。以上、ゴーストバスター田中の実況でした。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。